こんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。今回は昨年加須市の用水路で釣りをした時の動画を見ながらいろいろ喋りたいと思います。加須市へ行く時はですね、冒頭の映像、道の駅があるんですよ。で、この道の駅へ立ち寄ってトイレ休憩、あとは食べ物買ったり、野菜なども売ってますので、そういったものを買ったりとかして、それから利根川を渡ってここの用水路へという感じですね。釣りをするのはこの道路の下、暗渠になっているんですね。その部分、水が結構溜まってるんですね。で、南側の方へ行くと天然記念物オニバスの池があります。市の天然記念物だそうですね。まだ稲穂が実ったような状態の時でした。で、行ったらこの枝にですね、シモリウキでしょうかね、仕掛けが引っかかっていた。誰か釣り人さんがここへ入られてますね。で、使う餌はこのチャンネルの定番、タナゴグルテンということで、少量を使うのに非常に便利ですね。それで 1.8 メートルほどの浮き仕掛け、この時新調したんですね。前のものがもう糸がちょっと古くくすんだ感じの色に変色してましたので変えましたと。テントウムシが飛び立って釣りがスタートですね。で、この辺りもう地表が出てるぐらいに浅くなっちゃってるところもあるんですけど、この場所はいつもある程度水が溜まっている水深40センチぐらいということで、浮き下を設定して仕掛けを投入ですね。で、特に減水域に入りますと水路は水がどんどん少なくなっていく。そうすると水が残っているところに魚がかなり溜まっていて釣れやすくなったりするんですね。で、ここもそういうような場所の一つだと。で、いきなりかかりました。割といい型のですね、これは船ですね。一気に抜き上げましたね。釣れましたと。もっと小さい魚を釣ることを想定してたりするので、このぐらいでも引きも楽しめていい感じでスタートしましたね。で、この前の年にここへ来た時はもっと小さい魚中心だったかなという感じですね。網を用意してもっと大きいのも釣れるかもしれないということで、準備してますね。さあどうなるでしょうか。稲穂もだいぶ、神戸を垂れていると。仕掛けを投入してもう釣れ始めると魚がたくさんいるだろうから、どんどん続けて釣れるような感じ。またちょっといい感じの魚がかかりました。せっかく用意したので抜き上げでなく網ですくいたいということですね。結構抜き上げたりするとハリスが細いので、そのハリスがビロビロになっちゃったりするんですよね。そうするともうそれ交換とかになるので、できるだけこう持ち上げる時も針のところを掴んで持ち上げてますね。まずまずの船が続きました。で、もう流れも全くなくて、魚がもう集まってきてかかるのを待つだけみたいな、そんな感じの釣りですけれども、また船が釣れた。前の年に来た時は船はそんなに多くなかったんですよ。ただ小物はとにかくたくさん釣れた。で、今年ももういい調子で釣れている。やっぱりここは魚がたまる場所なんだなということでですね、また今年もまたは来年以降も楽しめるんじゃないでしょうかね。また釣れました。
あんまりすごく寒くなってからは行ったことがないので、真冬でも釣れるのかどうかっていうのはちょっと疑問な部分もあるんですけれども、魚がとにかく溜まっているという感じですね。で、加須市といえば、平成の大合併で周辺いろいろなところと、くっついてですね、かなり大きな市になっていますね。で、この近辺に公園がありましてね、旧川ふれあい公園でしょうか。そこなども釣れるよという、情報をいただいてます。だから今度数え行った時はこの辺の用水路を回ってそちらの公園方面もちょっと行ってみたいかなと。で Google マップなんかを見ますと、その公園というよりもその周辺にもですねちょっと水路があったりして、で実際に見ないとわからない部分もありますけど、その用水路なんかでも魚釣りできるのかなっていう、そう思いを巡らせていたんですけれどもね、まだ叶ってません。あとは春シーズンとかね、春また用水路に水が入って、それでこの辺の用水路釣れるのかなどうなのかなっていうのもちょっと興味があるところですね。とにかく魚がたくさんいるということで、ポンポン釣れてきてますね。また釣れました。こういう小さいのが釣れるのも面白いんですよね。なかなかやっていない人にはそんな小さいのを釣ってどうするんだと思われるのかもしれませんけれども、小さいクチボソ、これを釣るのもとても楽しいですね。奥が深いものです。サクサクという感じで、釣れています。アメンボが時々浮きにアタックしてきたりするんですよね。ちょっと反応ないなと思っていたら釣れていたパターンですね。こういうの、船は割とそういう当たりが多かったりしますね。当たりというかね、浮きが全然動いてないのにかかってたよっていうような、そういうことが結構ある気がします。逆にクチボソなんかはギュッと引っ張って上げたらかかってないみたいなね。泳いでるのはウシガエルのお玉ですね。最初にここへ行った時はもっとたくさんウシガエルのお玉がいたんですけど、なんか数減ったような気がしないでもないですね。どなたかがもしかしたら駆除されているのかもしれません。今日はフナがよく釣れますということでまた釣れました。フナ、自分は幼少の頃割と山あいの、ところに住んでたもので、あんまりこの田んぼとかね、田んぼの用水路で釣りをするというような機会がとても少なかった。時々は自転車を飛ばしてなんかそういったところ、田んぼのために水路に堰を作って、水を溜めている、そのような場所に釣りに行ったこともありますけれども、割と川での、釣りが多かった。だから船を釣るっていうのはあんまりなかったんですよね。その時折遠征した自転車で行った用水路、水のたまりのところで小さい船が釣れたなっていう記憶はありますけれどもね。ですが釣りは船に始まり船に終わるなんて言われるぐらいで、船釣るっていうことはちょっと特別な部分も自分の中ではありますね。だから小物釣り、クチボソとかタモロコとかたくさん釣れて楽しいよ。でも船が釣れるとちょっと違う楽しさ、嬉しさみたいなのもあったりしますね。でまた船が釣れましたと、この日は船の釣れる確率が高かった。
もう入れてすぐかかってきましたね。こういうのを入れ食いというんだと思いますが、トンボがちょうどいいところに止まりましてね、ナイスショットですね。この暗渠の近辺っていうのはやはり日が当たらないっていうのが一つ魚にとっては集まりやすい条件の一つなのかもしれませんね。橋の下とか結構高ポイントだったりすることが多いですからね。あと橋の下周辺っていうのは割とその草が少なかったりして入っていきやすかったり釣りがしやすかったりする場所が多いような気がしますね。まあこんな感じで竿を出していると釣れました。これも厚みからしたら船のようですね。で毎年というか毎回というかまあそういう感じですけれども、行ってこの間釣れたからまた行った、そしてまた釣れた、翌年もまた釣れたみたいな、行くたびに釣れる場所っていうのは嬉しいもんですよね。この間行って釣れたのに次釣れなかった、次の年ももう釣れない、魚がいなくなっちゃったのかなっていうのは少し寂しいものがありますね。また釣れました。これはどうでしょうかね。ちょっと細いかな。口細ですね。なんか動画の中では船の話をしてたみたいですけども、口細が釣れましたという。まあとにかく何回も話してますけれども、小物釣りたくさん釣れることが多いですね。そうすると短時間でもう随分釣ったなという満足感があったりして、それで、種類が何種類も釣れたりするとそれもまた楽しいしというので、気軽に楽しめる、そして身近な自然に触れ合えたりもするレジャーですね。また釣れました。これも船のようですね。この船、特に船はフォルムからして上がってくる時にくるくると丸まったような感じでね、連れてくる。それがまた見ていて面白いですね。カキとかカエルとかサギとか、これは何でしょうかね。身近な自然に触れ合える。この日の釣果は船がたくさん結構釣りましたね。前の年も釣れすぎ注意なんつって短時間で結構調子に乗ってどんどん釣っちゃいましたけれども、この日も変わらずよく釣れたという秋の一日でした。またこの場所も、来年以降行って楽しんでみたいと思いますね。ちょっと大きいのが釣れたりして、そういうのも釣りのアクセントになりますね。楽しい時間はあっという間です。だいたいいつもこうやってリリースして終わる感じですね。埼玉の片隅からご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、いいね、よろしくお願いします。